はい、どうもいつもです。はい、じゃあ今回はちょっと自分が、階段の踊り場ですね。階段の踊り場を描いている風景をちょっと見てください。はい、パース定規を作ります。一点通しですね。一点通しでやっていきます。これはそのままにしておきます。はい、自分の想像している、階段の踊り場に近い画像をちょっと見ながらやっていきます。はい。で自分はラスターレイヤーは消してベクターレイヤーで線を引いていきます。キャンバスのサイズはフル HD です。1920×1080 ですね。よいしょと、よいしょ。なかなか言うこと聞いてくれませんね。でこれでやっといて、でこれもこんな感じか。といて、これはこんな感じかな。こんな感じでよいしょ、こんな感じでやっていきます。でちょっと分かりにくくなるのでベクター用レイヤーでちょっと消しときますか。またパース定規をつけます。はい、パース定規一点通しですね。はい、一点通しをつけました。そしてとやって、で今2つ重なってますので1つ上にあります。だいたいですね、この枠よりちょっと上ぐらいかな。これもねなかなか難しくて、でこの線を一応こっちでちょっとね本当に階段は難しくなると思うので、ちょっとできないところはもう諦めてパース機能を外して手書きで描いたりします。はい、そうしないと自分の心が折れるので、はい、それとじゃあちょっとね
ベクターレイヤーを作ります。はい、ベクターレイヤーを作って、でちょっと青いのでやります。でまた線を引きましょうね。はい、この今作ったのが一点通しで坂を作るためのものなんですね。この一番最初に作ったのがこの中央にあるパース定規、消失線なんですが、それから真上に、ある、一応真上にこうやって線を引くんですね。この最初の消失線から線を引いて、でその引いたところの上にまた消失線をつけるんですよ。はい、でそこから線を引くと斜めのこうやって一応線を引くと、この中央の最初に、作った一点通しの定規、パース定規に対しての坂道っていうか坂ができるというものなんですね。これがまたちょっと説明難しいんですけど、はい、こんな感じで一応坂を作るんですね。はい、じゃあちょっとまた、引きましょうね。ここぐらいだなっていうような感じでやるか。はい、で線を引きます。でまたこっちから上がいいかな。だいたい交わったところからだから、このぐらいとして、あ、これ色を変えたかったので一応色変えときましょう。よいしょ。はい、じゃあやっていきましょうか。こっちも線引いといた方がいいかな。右側はちょっとパースに合わせて弾けなくなるかもしれないですね。はい、でちゃんとベクターレイヤーに出ることを確認して、はい、線を引いていきましょう。ちょっとあれだな、ずれてるけど大丈夫か。はい、で真上にやって、で重なったところから今度は消失線に向かって線を引きます。でここからこの斜め線と重なったところから今度はまた真上に、はい、でまた重なったところから消失線に向かって、はい、でまた重なったところから真上、これの繰り返しです。ちょっとね、必ずっていうか、パース機能を使ってると、ずれてきたりするので、
からそういうところはあまり気にせずやっていきましょう。そういうところはずれてうまくいかないところはパース機能は使わず、ね、自分で手で、ね、機能を止めて手で描いていきましょう。これがですね、なかなかこれはちょうど前はこうなってんのか。これはダメですね。大丈夫だ、これは OK。 ちょうどね、小線とここの角が一緒になっているので、この線がただの横線なのか、それともちゃんと小線に向かっての線なのかって間違ったりする場合があるんですよね。そうするとまた余計にそのままにしとくとまた余計に、狂ってきたりするので、これが難儀なんですよね。これは真横ですね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ここまでなので、ここはもう OK にしときましょう。はい。で、あとは横線ですね。ここはもうあれですね。もうこのままにしましょう。もう本当はね、ここみたいにやらないといけないんですけど、なかなかここはちょっとね、難しいような感じになってるので、ここはもう一直線でそのままにしときます。はい。とにかく線を引いていきましょう。はい。ちょっとあんまり綺麗にいけないですね。板タブの悩みですね。はあ、液タブ欲しい。でも液タブね、液タブ手に入れたらたくさん描くだろうなって思ったりするんですけど、いざね、手にしたら板タブと変わらずあんまり描かなかったりするんでしょうね。なんか自分はそうなりそうですね。そうなる自信があります。何の自信だよってね。ちょっとね、難しいですけど。おっと、なかなか一応ね、斜め線とか横線とかの機能を
止めることもできるので、じゃあやればいいんですけど、ちょっとじゃあやりますか。右上の操作をタッチしてオブジェクトをタッチします。で、パース定規の位置ですね、位置をタッチして、でこの斜め線のここですね、この丸を斜め線、丸に斜め線にして、これで斜め線が引けない状態になってます。でまたちゃんとベクターレイヤーにして線を引いていきましょう。よしと、ですね。じゃあ違うか、じゃあここはこうか、ここですね、ここからですね、でここもここからですね。ここもここの方からはもう本当はここの線、横線も引くんですけど、もうここぐらいからもうそこの先ほどの横線はこの階段の面に隠れてしまっているので、引きません。ちゃんと引ける。よしよいしょ。あまり綺麗じゃないですけど、こんな感じですね。でちょっとパース定規位置をちょっと止めましょうね。でパース定規2をちょっとやって、でベクターレイヤーに戻して、でこの線を引きましょう。よいしょ。引きました。ですね。じゃあちょっといらない線を消していきましょうね。ちょっとね、この線の数見たらちょっと面食らいますね。なかなかね、階段とか大変なんですけどね。もうね、一応ゆっくりやっていけば、ちょっと時間とか何回かやらないとちょっと理解とかしにくいと思うんですけど、でも大丈夫です、何回も練習したらできます。自転車とかと一緒です。何度も練習したらできます。大丈夫です。私が、こうやってできるわけですから、
皆さんができないっていうことは絶対ないです。よいしょ、よいしょよいしょよいしょ。ベクターレイヤーだとこうやってベクター用消しゴムがあるので結構楽なんですよね。こことかだったらもうすぐこうやってさらっとこんな風にねできるのでいいんですよ。ね、こういうのを普通の消しゴムでやってたら難しいですもんね。はい、こんな感じですかね。よいしょ。でこんな感じでやりまして、でちょっとパース定規1をまた復活させましょうね。でベクターレイヤーを選んでちょっとここはちょっとねまた今度は縦と横線をちょっと止めましょうか。縦と横線だからこれで OK。このぐらいかな。次はだからこうした方がいいかな。で次はまたややこしいですね。パース定規2を選んで使えるようにして、で縦と横線を止めて線を引きましょう。よいしょ。でまたパース定規をちゃんとやって縦と横を直して、だいたいここぐらいですかね。ここぐらいにしてで今度はまたパース定規1を動かせて、で
またもしかしたら、ベクターレイヤーに戻さんと。本当ベクターレイヤーとか忘れたりするんですよね。でバース定規1に移ってベクターレイヤーにやって違う、間違った、こっちか。縦と横を止めて、よいしょ、ベクターレイヤーに選んで、ここからちょっとでまたやって縦と横大丈夫か、つながってるか。 OK、 ベクターレイヤーを選んで大丈夫ね。もしかしてやっちまった。こういうことがあるんですよね。どうしよう。まあいいか、そのまま続けましょうね。こうやってね、ベクターレイヤーとベクターレイヤーに描くのを描くのをちょっと間違ったりするんですよね。そこが一番の自分ネックですね。これ違うな。これはOK、これの斜め線を消しといて、ベクターレイヤーはい、次がですね、この右上の方に上の階段につながる上の階につながる階段を描かないといけないんですけれども、今度もまたパース定規使うんですね。これがややこしくて、今回一点通しのパース定規をなんと3つ使うんですよね。それが本当難儀はいさっきと同じですね。定規とコマークでパース定規一点通し OK。 はい、でですね、今度は先ほどは上り坂のパースでしたよね。今度は下り坂のパースになるんですね。なので一応さっきと同じで、さっきはこの中央の小点から真上にやったじゃないですか。今度は真下にやればいいんです。ただこの真下にやる加減ですね、これを決めるのが自分はまだまだ苦手で、だから参考にしている
画像をですね見て、実際の階段の写真なんですけども、それを見てだいたい上り坂の上り坂じゃない下り坂の消失点はだいたいここら辺じゃないかなと予想して決めていきます。で一応ね、もしあれだったら、あれっていうか、勉強っていうか研究したいのであれば、例えば自分みたいに実際の階段の画像を見つけてきて、でその画像をクリップスタジオに取り込んで、でこういった今の絵の状態に取り込むんですよ。はい、そうやって取り込むことできますよね、画像をね。でそうやって取り込んで、でそして今のようにこのパース定規を設定して、それでその画像に合わせてパースを合わせてやって、でそれで消失点はどこにあるんだっていうふうに探るっていうこともできると思います。はい、ここぐらいじゃないかなと思うんですよね。はい、これでやっていきましょう。でですね。こうか。ですかね。で、あとはもうバース定規1だけで、これ消されてたか。よいしょ。おっと。ですね、こんな感じでやっていきましょうか。でちょっといらない線を消していきましょうね。ちょっとはい、なんとかできました。こんな感じで、最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまたよろしくお願いします。いつもでした。